アヌビスではトゥロ側はなぜ B コネクタを取りたいのでしょうか。そして CT 側ではなぜスピリットのドンクがこの場所を守っているのかです。今回はスピリットのアヌビスからこの問題を考えていきます。結論から言うと B コネクタを取る目的は単純に B サイトへの入り口を一つ増やすことではありません。B メインの味方が確認しなければいけない場所を減らせることが大きいです。仮にテロ側が B メインだけから B サイトへ侵入していく場合、ジェイルや柱の表や裏、忍者やコネクタ、バックサイトとかなり多くの場所を確認しなければいけません。ただコネクタを取るとコネクタの中からジェイルと柱へ車線を通すことができます。さらに忍者へモロトフを入れることもできます。コネクター側がジェイルと柱を見て忍者を燃やす。そうすると B メイン側から確認する場所をかなり減らすことができます。つまり B コネクターはコネクター側からキルを取るためだけではなく B メイン側の味方を確実に前に出すための場所とも言い換えられます。逆に B メイン側から見るとコネクターを取れていない状態では目の前の柱やジェイルはもちろんコネクターから出てくる CT 自身にも警戒しないといけません。コネクター側の味方が先に B 中を見ることでその確認を彼らに任せることができます。逆に CT 側からすると B メインとコネクターから同時に来られる形はもちろん厳しいです。だからスピリットは B コネクターに敵を入れさせない、入れ続けさせないということにかなりこだわっていました。テロ側がウォーターから進行してくるという頃合いを見計らってスモークを入れる。これによってテロ側はウォーターは取れていてもそのままコネクターへ簡単に入れません。コネクターが一つのクッションとして残るわけです。スモークで10秒20秒と時間を使わせればミッドや A 側の選手が B へ寄ることもできます。B メイン側の守りもその間は B メインへ集中できます。テロ側のスモークがある間はそのスモークを利用して侵入を止める。そのスモークが晴れたら今度は自分からもう一度スモークを投げる。味方がドンクにスモークを落としてコネクター側で何本もスモークを使うラウンドも非常に多くありました。ここで一度 B メイン側の初期配置についても見ていきます。ティニールは最初から忍者といったポジションに入るのではなく、ラウンドの序盤だけは最速の B ラッシュを確認できる位置に残っています。この時ドンクとティニールが同じ方向から見るのではなく B メインに対して CT とピラーという角度からクロスを作ることができます。そして A 側のボート側で接触があったり最速の B ラッシュがないと判断した段階で忍者へ下がっていきます。ずっと前で守るわけでも最初から引くわけでもなく危険な時間帯を適切な時間管理によってポジションを変えているわけです。ではなぜドンクが B コネクタを守っているのかを見ていきます。これは自分の予想にはなりますが、アヌビスのミッドはモロトフやフラッシュが多く CT 側がアサルトで同じアングルを置き続けるのはかなり難しいです。一方で B コネクター側はスモークやモロトフを使われるにせよ、最後には正面からの打ち合いに帰結しやすいです。マクロ的に重要なエリアであることに加えてドンクのエイムを直接使いやすい場所でもあります。だからスピリットは正面からの打ち合いに強いドンクをここの B コネクターへ置いているのだろうと思います。ただそんなドンクでも B コネクターからウォーターの奥までをピークしていることは非常に稀です。CT 側からウォーターへピークすると左右はもちろん手前と奥行きですね、広いアングルを確認する必要があります。一方でテロ側はコネクターの狭い出口へ照準を置いて待つことができます。なのでドンクはウォーターの奥を見るのではなくコネクターの出口をホールドしている時間が非常に長いです。フェーズ戦ではウォーターや B メインから投げられたモロトフの音を聞いてコネクターへ入ってフラッシュを避けながら1キルを取る場面がありました。こういった投げ物の音から次にコネクターへ敵が進行してくる可能性が高いことを読んでいます。どこで打ち合うのかを瞬時に決めて打ち合いの状況を作っているというわけです。まさに彼におあつらえ向きといったような感じに見えます。そして地味に見えてかなり重要になってくるのが B メインのラークスモークです。スピリットの守備ではこのスモークをかなり意識してブロックしています。このラークスモークを焚かれるとテロ側は B メインの外のくぼみまで進むことができます。一見するとこのくぼみに入っても結局サイトへピークしなければいけないのでそこまで強く見えないかもしれません。ただここにテロ側が入っていくだけで CT 側が確認する方向が一つ増えます。ラークスモークがなくてくぼみにテロ側がいないと確定できる状態であれば CT 側は基本的に B メインの通常の入り口、つまり左側に集中することができます。特にアープで B メインをホールドする場合、一方向だけ見ていればいいことはかなり大きいです。リキッド戦では白がアープで B メインを置いているラウンドがありました。リキッドはラークスモークを使わずに B へスプリットしてきたので白は通常の出口へ照準を置いておくだけで良かった場面です。B メインは入り口自体が広いので左右の両方を見ようとすると照準を置く位置が難しいです。ほんの少しの違いなんですけどもこの差が非常に大きいものとなります。さらにこのくぼみの利点は他にもあります。それはコネクターからサイトへ戻る CT の横を取ることができる点です。
テロ側がコネクターにモロトフを使ってコネクターの CT をサイト側へ下がらせる。そのタイミングでくぼみにテロ側が残っていればコネクターから戻る CT を横から打つことができます。フェーズ戦でもコネクターのドンクがウォーターからのモロトフによってサイト側へ下がる形になるラウンドがありました。このラウンドでは序盤にスピリットはスモークをグレネードで晴らすなどしてくぼみに敵がいる可能性をなくそうとしていました。ただ完全に誰もいないことを目視できていたわけではありません。もしテロ側が忍び込んでいたらコネクターから下がるドンクがフリーで倒されていた可能性がありました。つまりこのくぼみに入られる可能性を作られると B メインの確認する方向が増えるだけではなくてコネクターを守っている選手の退路まで危険になるわけです。パグではラウンド開始時に B メインにスモークを投げる場面をよく見ますがダメな理由はこういったことからです。そういったところでスピリットはラークスモークをかなり意識してブロックしていると考えられます。B サイト上の窓付近からスモークの軌道を確認して体でブロックしようと準備をしています。テロ側からするとこのラークスモークを投げるときは止まった定点から投げるよりは走り投げで入れられるようにしましょう。定点、要するに一度止まって投げるといったことをしてしまうと CT 側がスモークをブロックするまでの時間にも余裕が生まれてきます。CT 側とテロ側のリスポーンの噛み合い次第では走り投げでもブロックされる可能性はありますが止まって投げるよりは時間の余白を減らせます。これは両手投げで比較的簡単に投げられるのでこの動画でぜひ覚えてみてください。100シーブス戦ではくぼみ側をモロトフで燃やすという動きもしておりスピリットはそのモロトフをスモークで消しています。それだけ両チームにとってこのくぼみに入れるかどうかいさせないかどうかという価値が大きいということです。そういうわけでスピリットに限らず多くの場面で CT サイドでは序盤から理由なく B メインスモークを使うことはほとんどありません。CT 側が自分からスモークを使うとスモークが晴れた後にテロ側が右か左にいるかわからない状態を自分たちで作ってしまうことになるからです。その状態で B メイン外へ情報を取りに行こうとすると左の出口と右側要するに180度を確認しなければいけません。 B メインはマップの構造上最初からテロ側のものです。最初からずっとテロリストが B メインに残っているのかそれとも A 側へ移動したのかを知るために CD 側もどこかで情報を取り直す動きというものがあります。その際にくぼみに敵がいる可能性があるだけで B メインの外へ確認しに行く難易度がかなり上がっていきます。スピリットがラークスモークをブロックしているのは打ち合いを楽にするだけではなく中盤以降に情報を取りに行きやすくするそういう意味もあると思います。ここで一つ補足として CT 側は B メインスモークを使ってはいけないという話ではありません。B ラッシュや B エクスキュートを止めたい時やコネクタを取られて B スプリットされそうな時または B メインを閉じてコネクターへ集中したい時こういった明確な目的がある場面ではスピリットも B メインスモークを使っています。例えばコネクタを取り返したい時に B メインスモークで閉じることができれば B メインから撃たれる可能性を下げてコネクター側へ集中することができます。逆にコネクタを取られて今にもスプリットされそうな場面では B 面を閉じることで2方向を同時に相手しなくて済みます。スモークを使うこと自体が弱いのではなく何のために1方向を消すのかが重要です。使わない方がいいのはラウンド序盤になんとなく時間を稼ぐためだけに投げるスモークです。スピリットは ARP や M4 で B メインを目視して本当に必要な場面までスモークを残していました。そしていざ B メインやコネクターから攻められる時に CT 側にとって重要になるのがこの柱です。この柱は B メインとコネクターのうちどちらか一方の車線を消して2方向の打ち合いを1方向ずつに分けられる場所です。コネクターを取られたんだったらコネクター側から隠れるように柱を使って B メインとの打ち合いに集中する。逆に B メイン側から隠れてコネクターと勝負することもできます。どちらから隠れるかによって正面の勝負に集中できる環境を作れるということです。ドンクはこのポジションを非常にうまくそして頻度高く使用しています。B 面を見るときにこのポジションは頭の高さに照準を合わせやすいです。角度によっては B メインから出てくるテロ側の影も先に見えます。そのためドンクのようにエイムが強い選手がここにいるだけでテロ側はかなり入りづらくなっていきます。実際ここまで多くの大会でドンクがこのポジションで暴れているシーンは見てきましたがフェーズはここを狙った作戦を行っていきます。それが決め打ちで柱へと勝負することです。B 側の守りはティニールが B メイン担当であってドンクがコネクター2人体制で守っていることが比較的多くポジションもある意味機械的なものとなっていて読みやすくもあります。そこに対してアサルトがポップで入っていく動きをこの準決勝のバイラウンドだけで複数回行いました。結果としてドンクをほぼフリーで倒している場面を作っています。ドンクの配置を読んだ上で自分たちのエイムをぶつけていったわけです。通常はコネクタを取ってから B メインと合わせたいところですがフェーズはあえてコネクタを取らずに B メインから直接ピラーのドンクを潰しに行きました。こういった動きが見られるのも相手のチームを分析してそれを実行していることがわかるので興味深いと思います。
もちろんこれを実行するフェイズ側のエイムが見事なのも大前提としてあります。ここまで CT 側の B コネクターに関しての守り方を見てきましたが、スピリット自身のテロ側を見ると、なぜこの B コネクターが重要なのかがさらにわかります。まず見たいのがフェーズが B コネクターにスモークを入れたラウンドです。これは CT 側のスピリットをやっていたことと同じで、ウォーターからコネクターへ簡単に入れせないためのスモークです。ただちょうどこのタイミングでスピリットは B スプリットを狙おうとしていました。白からフラッシュをもらってスモークを抜けて中へ入ろうとします。そこでフェーズ側の選手とぶつかり少し混戦になりました。その後はコネクターを諦めるのではなく一度下がってモロトフを投げます。コネクター側には CT が2人いましたが、モロトフを避けるためにサイト側へ下がりました。そのタイミングで B メインから入ったマジックスが2キルを取っています。まずスピリットは CT スモークによってテンプルやバックサイト側からの車線を1つ消しています。そしてそこにコネクターのモロトフによって CT を下がらせています。つまりマジックスはサイトに入った瞬間にある程度見る場所を限定することができていたわけです。また別の場面ではコネクターから忍者へモロトフを投げています。モロトフを投げた後にコネクターからピラーの裏とジェイルを見る。ここまでできると B メイン側の選手がかなり前へ進みやすくなります。B メインにスモークがある状態で普通であればそのスモークを抜けるのはかなり危険です。ただコネクター側のこのプレイによって B メイン側のプレイヤーのスモーク抜けのプレイにもある程度の確実性が生まれるわけです。今回の動画で B コネクターを取ることのメリットが伝わったでしょうか。最後のラウンドでは同じようなコネクターへの進行をアープに待たれてピックを取られましたが、その後は時間をうまく使ったスピリットが試合に勝利しました。ぜひ B メインのラークスモークを投げるところ、またはブロックするところから皆さんも始めてみてください。今回は以上です。